はい、今回はこんな感じの、テキストアニメーターを使った文字の出現アニメーションの作り方を解説していきます。まず、新規コンポジションを作ります。テキスト01でテキストを配置します。トラエラと。で、サイズを調節し、整列で真ん中に配置します。で、アンカーポイントも先に真ん中に設定しておきます。で、今回は、このテキストのアニメーターですね、設定を1から作っていくのではなく、最初から入っているプリセットをアレンジしていく形で作っていきます。アニメーションプリセットからテキストでアニメートイン、デコーダフェードインというのを使用します。これを文字にドラッグしてあります。すると自動的にこんな感じのアニメーションが設定されます。で、これをアレンジしていきます。まずアニメーター1ですね。こちらを見ていくと、まず範囲セレクターにキーフレームが打たれています。これが、アニメーションの影響を受ける範囲になりますので、このキーフレームを短くしてやると、アニメーション自体が短くなります。こんな感じですね。そして、これに対して、アレンジを加えていきます。アニメーターに追加、プロパティ、塗りのカラー、RGB を適用してあります。すると、この文字の出現時に、色がつきます。赤ですね。さらに追加でプロパティ、塗りのカラー、色素を加えて、塗りの色素のパラメータを1回転にしてやります。すると、塗りのカラーですね、に設定した色の色素が変わっていく形になります。さらに追加でブラを加えてやると、この出現時ですね、ブラがかかった状態で出てくるようになります。こんな感じですね。そして普通にテキストのトランスフォームのスケールですね、のアニメーションをつけてやります。スタート時は 10% 少なくしてやると、こんな感じのアニメーションになります。で、終わりのキーフレームは F9 で Ease を打っておきます。すると滑らかに止まる感じですね。そして、テキストを Ctrl+D で複製します。で、テキストを打ち替えていきます。テキスト、アニメーションですね。で、文字のサイズを小さくし、アンカーポイントを真ん中にし、配置していきます。こんな感じですね。そして今、範囲セレクターで動いているアニメーションが左から右に向かってなっているんですが、この2行目に関しては逆に右から左に動くように設定してやります。範囲セレクターの、終了の値を0にしてやります。そして開始のキーフレーム、開始の値ですね、逆にしてやると 100% で終了を0にしてやると、こんな感じで、逆にアニメーションするようになります。で、アニメーションのタイミングを10コマ遅らしてやります。で、終わるタイミングは同じに設定しておきます。すると、こんな感じのアニメーションになります。これでテキストのアニメーションは設定し終えましたので、あとは新規平面で背景ですね。エフェクト、
描画塗りで色を設定してやります。で、さらに新規平面で黒フレアですね、置いてやります。エフェクト、描画、レンズフレア、そしてさらにエフェクトのブラー、ボックスを適用してあります。で、エッジピクセルを繰り返すにチェックを入れ、ブラの方向は垂直に設定してあります。で、ブラを強めてやると、こんな感じですね。で、描画モードは加算に設定し、配置していきます。そして、光源の位置にキーフレームを打ち、だいたいアニメーションに合わせて光源が移動するように設定してあります。こんな感じですね。そして、開始時は元画像を 100%、5コマ後に0。で、最後は元画像 100% で5コマ手前で0。こんな感じですね。すると、こんな感じになります。そしてさらに平面を複製し、マスクツールで、楕円形ツールですね。大体テキストの範囲ぐらいのマスクを書いてやります。こんな感じですね。で、色を若干明るくし、境界線をぼかしてやります。こんな感じですね。すると、このレンズフレアに若干色が乗ったような雰囲気になります。こんな感じですね。あとは、レンズフレアのタイミングに合わせて、不透明度を0。で、出現と同時に100。で、もう一度100で、フレアがなくなるときには0と。こんな感じですね。すると、こんな感じになります。これで完成です。テキストアニメーター自体の使い方は、使いながら覚えるのが一番分かりやすいと思うので、まずは、こういった最初から入っているプリセットをアレンジしていく形で使っていくといいと思います。今回は以上です。またお会いしましょう。